はい、始まりました。今回は CEDH のお話になります。珍しくたまにやってるんですけどまあそんな僕 CEDH やってるわけじゃないんですけど、ちょっと情報を仕入れてきまして、海外で見られてる方は当然知ってる情報ということになるかもしれないんですが、キナンっていますよねまあいますね。はい。今も昔もキナン強いなっていうのを強いって言ってそれ普通なって言われるのかもしれませんが、現在 CDH で最強の逃走者はキナンです何が起こったんでしょうね。何が起こったんですかねこの世界線ありましたかねまあ強いよそりゃ。強いですよ。強いですけど、全てを差し置いて今最も強い逃走者はキナンになります。はい。その情報を仕入れてきましたんで、今日はその解説の動画になります。はい。まずキナンの能力説明しましょうかね。賢者の神道キナン、シミック2マナ22で、あなたがマナを引き出す目的で土地でないパーマネントを1つタップするたび、そのパーマネントが生み出したマナのタイプのうち望むタイプ1つのマナ1点を加える。例えばマナクリだったりマナファクトだったりが緑1マナ出しましたと。そしたら緑1マナ出る。で、シミック2と無色5で7マナで、あなたのライブラリーの上からカードを5枚見ます。その中から人間でないクリーチャーカードを1枚を戦場に出しても良い。残りはあなたのライブラリーの下に無動作で置く。ということで、簡単に言いますと、無限マナいけば、人間でないやつは全部ライブラリー出せますっていう能力なんですけど、クリーチャーを全部場に出しまして、そこから起動してミルしたりとか、ドローしたりとかするクリーチャーいますんで、それで最終的には全部無限マナで勝てるという構成になってます。で、昔の方の話をするんですが、昔の方はマナクリがベースになってまして、いわゆるスーパーマンコンボをフェミリンのオーラですよね、もしくは逆転棒で無色有色無限行ったりとかして、であとは玄武岩のモドリスの無色無限でフィルターかければ勝てますんで、玄武岩のモノリスはこいつがいる状態で玄武岩のモノリス出した時点でもう無色無限確定しますんで、1枚コンボになってるんですが、っていうので打ち消しを構えつつそれを狙いに行くというのが従来のタイプのキナンでしたね。で、これから新情報なんですが、今マナクリがちょっと厳しい状況にあるじゃないですか。そうですね。多くのせいで、ちょっと決意に人権がもうないし、ないんで、マナクリを諦めたんでしょうねこれを発案した人はきっとキナン好きの人が、マナクリ諦めかって言って、でマナファクトベースにしてみようと。マナファクトでも追加で1マナ出ますからね。関係ないと。そしたらこのミッドレンジ型、クリーチャーをどんどん出していく方に行き着いたみたいでして、でかいファッティのクリーチャーをでかいマナで出していけばいいじゃんって思った人が、そしたらそう結果トップメタになっちゃうっていうぐらいやってみるもんですねまあ例えばその出してでかいファッティのクリーチャー紹介していくんですけども、例えば性別されたスフィンクス、これは割愛させていただきますが、とか、あとウラモグだったりコジレックだったり、これも割愛させていただくんですが、であと無色で言いますと北欧の選別者っていうカードがあるんですけど、9マナのエルドラシーして11-6のスタッツを持ってまして、対戦相手は偶数の呪文を唱えられない、で偶数はブロックできない、ということで、ハトバー全部止まるという、多分これハトバー止めるために入ってると僕は思ったんですがなんだろうね、確かにね、なんかそんな気しません？いやそんな気するけどねであと他にでかいので入ってくるの、この辺は好みになってくるんですけども、ジンギタクシアス、古い方のジンギタクシアス、これ一応説明させていただきますと、10マナ、でかいっすね。54普通にはね俊足で、あなたの終了セップの開始カードを7枚引きます、で各対戦相手の手札の上限が7減ると、いうことはみんな全部手を出さなきゃいけなくなるっていう、
手札上限なくなってるからちょっと大丈夫なんだけど上手弁当だったら助かるということになりますよね、で例えばもう一個陣ギタシアスもいるんですが、上川の方ですね、7マナーの55の陣ギタで、でアーティファクトインスタントソーサリーを唱えるたびその呪文をコピーして新しい対象を選んでもいいと、この能力は毎回1回しか出しない、で対戦相手がアーティファクトインスタントソーサリー1回目唱えたらそれを打ち消す、これかなり強いですよね、こんなん出てきたら、まあ、例えばですよ、例えばそんなのが入るんじゃないかなと、まあ、あとはネザール7マナを77で打ち消されない、で手札の上限なくなります、で対戦相手がクリーチャーでない呪文を唱えるたび、これクリーチャーでない呪文を唱えるたび1枚引くんですよ、これ結構重要ですよね、でカードを3枚捨てるとブリンクできます、ほぼ倒せない、はい、ほぼ倒せないんですが、でかなりこんなファッティ出てきたらきついですよね、で最終的にはこのデッキ殴って勝つみたいなんですが、あともう一個キーになってきますのがニクス咲きの古きもの、これなんで入ってるんだろうなと一回思ったんですが、7マナの緑のクリーチャーでして55でしてトラップルです。でマナが3倍になります。これ例えばキナンがいなくなった場合でも3マナ増えてることになりますんで、かなりキナンがいない状況でも助けてくれるカードとしていろんなデッキが入ってましたよね、こいつは。それがほぼ入ってたね。だからマナをとにかく伸ばして、ファッティを数値できるようにもするっていう形になってくるんですかね。そうですね。はい。で今言ったプランでして重要になってくるカードっていうのが1枚ありまして、縁と最後の真空というカードになるんですが、これ指輪物語のカードで強化されたみたいにして8マナのソーサリーでして、まずこの呪文を打ち消されません。であなたがコントロールしているクリーチャーのタフネスの中の最大値に等しいカードを引きます。例えば7とか5とかのタフネスが出てる状態で10とかもいる12とかもいる状態で手札はそれ引けると、でそっからあなたの手札にある喉の回数のクリーチャーを全部戦場に出していいという、やばくないですか今言ったようなパッティたちが出てきちゃうと、出てきちゃうんですよ。8マナ打てないじゃんと思うんですが、キナンだと打てちゃうっていうことですよね。すぐ出ちゃう。すぐ出ちゃいますよね。やっぱマナが出るって強いんですね。そうですよね。で打ち消しなんですが、通常タイプですと、打ち消しはふんだんに入ってるのが普通なんですが、こっちの方はそんな打ち消しが入ってなかったですよね。枚数的にはそんなに少ないですよね。枚数的には7、8枚とか絞られてる。結構そうですよね。なんでかっていうと要所要所を打ち消せばいいという考えのもとで戦っていくからということですよね。そうだと思います。はい、特に全てを通すために打ち消しをしたりとかいう必要はないので、そうですよね。相手が決めようとしてきてる時に弾く分だけあればよいと。で残りは殴ってって、ね、点数で倒すというプランが有効だということですよね。そうですね。そんな中でとんでもないカードが、面白カードも紹介させていただいてよろしいですか。面白カードなんですが、1枚入ってまして、厄介なキマイラという急にカジュアルなカード出てきたけど大丈夫なの？ドカジュアルカードがこれがガチで通用するというこれ事実が判明しまして、厄介なキマイラ能力説明させていただきますと、5マナ33青です。でクリーチャーで対戦相手1人が呪文を1つ備えるたび、あなたは厄介なキマイラとその呪文とのコントロールを交換してもよい。そうしたらその呪文の新しい対象を選んでもよい。パーマネントだったら交換する。これ何言ってんだと。そうなんですよ。まずこいつ出てますと。でなんか唱えましたと相手が、交換すると、選んでもいいんですよね。でそれ相手に行きますよね。そしたら相手はそれまた選んでもいいと。これカジュアルでわちゃわちゃ楽しいっていうカードのはずなんですが、最強のクラスのデッキでなぜ入ってくるかと言いますと、要は寿司を止めるようなとにかくみんながみんなの友を止め合うカードってことになりますよね。5マナって重いんでちょっと微妙だったんですが、キナンだったら出せるじゃんと余裕で出た上で構えられるということになりますよね。そうですね。で主神生まれの指針っていうカードがあるじゃないですか。
毎ターンアンタップする、普通にキナンだったら入ってくると思うんですよ、スタンダードに。主神生まれの主神と、厄介なキュマイラと、家路の3枚コンボだと。これもだカジュアルなコンボなんで、本来的には。ワンチャン僕が見てるリストは、なんで連作入ってんすかねって話してたら、家路を持ってくるんじゃないかと。まさかなと思ったら入ってるんですね。まさかの家路を持ってきて厄介なキマイラのコンボを決めに行くこともワンチャンね、とサブプランとして可能だということになりますよね。しかもこの緑のクリーチャーサーチのチューターで持ってくるのは多分厄介なキマイラだと。一番盤面を止められますからね。はい。シータクだったらの話なんですけどね。はい。それの関係で、例えばエレンドラダニの大魔導士っていう打ち消しがあるんですけども、4マナの22飛行で1マナでこいつを生贄に捧げるとクリーチャーでない呪文を対象としてそれを打ち消す。でこれが眼鏡を持ってるということで2回使える。なんかのプラス1カウンターみたいなギミックがないと普通はこいつ使い回したりとかあんまりしないんですが、これ単純に4マナの置いてある否認としてしかも起動型能力の否認なんで打ち消しづらいし時間長出すことができますよねっていうことでキナンがいいんじゃないかってことで採用されてますよね。結構な割合で入ってます。みたいな感じでどうやらキナンっていうのは戦っていくみたいなんですが、はい、どうですかね、最強クラス。これなんで急にだから最強クラスになってるのかちょっとよく分からなくて。これあれですよ、僕が最強だって言って発表してるわけじゃないということをご理解いただきたいんですが、今世界中でキナンの最強だというブームが到来してるという2023年ご報告の動画なんで、多分、デッキリスト見てる感じ、だいぶ格がでかかったのはエント最後の進軍。なるほど、これ打ち消されないですからね。しかもパッティ出てくるから、効果的にはかなり合ってると。そうですよね。いうところは確かに明らかに強化されてるところなんだけど、それ以外はもう発想がちな気がするけど。いや、これ作られた方はね天才ですよね。まあそんな感じになりますかね。まあキナンやってみたいという方は、闘争写真をこれで目指してくださいということで今回の動画は以上になります。おしまい。